こんにちは、ゆっくりレ夢ムです。こんばんは、マリサだぜ。皆さんはセガが、かつて販売していたゲーム機、サターンをご存知でしょうか？サターン知らない人の方が少ないんじゃないのか。もちろん、知っているに決まっているだろ、という方から、聞いたことはあるが、よくは知らない、という方までいらっしゃるでしょう。今日は、セガサターンの思い出を、雑談とうんちくを、交えながら語っていこうと思います。よろしくだぜ。セガサターンは、セガが1994年に発売した、家庭用ゲーム機。サターンの名称の由来は、セガの第6番目のコンシューマゲーム機ということから、太陽系第6惑星である土星の名称から、命名されたそうです。サターンのロゴに、くっついてるマークは、土星のイメージだったのか。てっきり、名前は悪魔のサターンから付けられたかと思っていたぜ。それじゃ、いくらなんでも商品イメージ悪すぎだろ。あは、やっぱり。サターンは当時、発売前からとても期待が高く、発売日に合わせて、専門誌が発売されるほどだったんだ。ウプ主も、先行して雑誌などからサターンの詳細なスペックなどの予備知識を得つつ、発売日を待ったんだ。で、実際に性能はどうだったの？こちらを見てくれ。これは今でもセガが、ホームページ上で公開している、サターンのスペックだぜ。だから、このスペックはどうなのよ、当時としては。例えるとすればラーメン大盛りトッピング全部乗せといったところか。強力なスプライト機能、ハードウェア回転拡大縮小や、PCM32 チャンネルなど、当時として考えられる全ての機能を載せてきたんだ。おまけに、メイン CPU は32ビットリスクプロセッサを2機と、時代遅れとはいえ、まだまだメイン CPU で使われていた6万8000をサウンド制御用のサブ CPU として載せているなど、まさにモンスターマシンだったんだ。そういえば、サターンってプレイステーションと同時期に発売されたんだよね。サターンが94年11月22日。プレイステーションが同年、12月3日だ。これは、ウプ主の主観だが、発売前の段階で、ゲーム業界の期待値としては、サターンの方がはるかに大きかったように記憶している。それはソニーが初めて、ゲーム産業への参入だったからじゃないの？そう思うぜ。セガは、それまでの実績もあったからな。おまけに、この年はパナソニックが 3DO を発売した年でもあるから、家電メーカーのゲーム産業への参入に対して、やや懐疑的な見方もあったんじゃないかな。話をセガサターンに戻すと、ウプ主はセガサターンを当時予約していたんだが、予約するのが遅かったせいか、発売日に買えなかったんだ。それだけ熱く語っておいて、発売日に買えないとか、さぞかし、がっかりしたんだろうな。てっきり買えるものだと予約した店に直接足を運んだんだ。当時は携帯電話も持っていなかったからな。初回入荷分はお客さんまで順番が回りませんでした。耳を疑ったぜ。しかし、ないものは仕方がない。諦めて帰ろうとした時。お客さん、V サターンというセガサターン互換機なら在庫が一つだけございますが、いかがでしょう？驚いたぜ。嬉しくてか。その時の、あまりにも遠回りすぎる店員さんの接客に。そっちか。このシチュエーションで、いえ、結構です。なんていうやつは、まずいないだろ。だろうな。こうして、めでたくウプ主は V サターンだが、手にすることができたんだぜ。ところで、V サターンって本当に互換性 100% なの？起動画面のロゴが違うだけで中身は同じものだぜ。V サターンはビクターから発売されていたんだが、
セガサターンが定価44,800円に対して、V サターンは定価を設定しないオープン価格だったんだ。翌年、95年には、ビデオ CD が再生できるムービーカードオプションが、標準で搭載されている日立のハイサターンも発売されたんだ。日立まで互換機を出していたのか。ああ、これはウプ主の推測だが、サターンのメイン CPU の SH2 が、日立製だったので、一石二鳥で日立は売りたかったのではと思う。まだ日本が半導体王国だった時代ね。で、一番肝心なゲームの話をすると、この時代まで、数々の機種で移植されてきた、スペースハリアーが、セガサターンでようやく、ほぼ完全な形で移植されたんだ。しかしマニアの間では、アーケードであった一部処理落ちや、効果音が若干違うなどの指摘もあるようだが、ウプ主的にはセガサターン版で大満足だったんだ。どんな場合でも細かい違いを探し出して文句言う人はいるもんだよ。ああ、こんなハイスペックなサターンだが、3D ゲームだけは苦手だったんだ。今、スペースハリアー褒めたばっかりじゃないか。3D といっても、現在では当たり前になっている、ポリゴンにテクチャを貼り付けた描画のことだぜ。デートな USA とか十分、綺麗に見えるけどな。ああ、スプライト機能などを使って 3D を上手に見せているが、根本的な 3D の演算能力では、同世代のプレイステーションと比較するとかなり劣っていたんだ。あと、メイン CPU に SH2 が2機搭載されているなど、ハードウェア構成が複雑なため、性能を引き出すのが困難だったとも言われているんだ。そして、ハードウェア構成の複雑さが、後にソニーとの値下げ合戦に敗北する要因になったんだ。部品点数が多いと、コストダウンしにくいよね。そうだな。話が変わってくるので、今回はバーサスソニーの話の詳細はやめておくぜ。ところで、ゲームソフトとかのラインナップはどうなのよ。そこが一番肝心なところだろ。もちろん、サターンには、たくさんの魅力的なゲームがあるぜ。当時、アーケードで稼働していたゲームなどは、ほぼそのままのクオリティで再現されていたな。大切なことを言い忘れていたぜ。サターンには、オプションで拡張ラムカートリッジというのが用意されていて、また、拡張ラムにも、1MB 版と 4MB 版が存在するんだ。PC かな？また、ソフトによっては必ずそれらが必要になる場合があるので、注意が必要なんだぜ。セガらしいわね。あは。ただ、これらの拡張ラムを用意することで、CD の読み込みを全く気にせずに遊べるようになるなどもメリットは大きかったぜ。格闘ゲームで、相手が変わるたびに CD 読み込むのは、しらけるわね。ああ、ただサターン前期の1メガ拡張ラム版にしか対応していないゲームは読み込むんだけどな。あは。まあ、我慢できないほどじゃないかな。ネオジオ CD を体感したことあるならめちゃくちゃ早く感じるだろうな。格闘ゲームだけではなく、サターンには他にも、プリンセスクラウンや、ガーディアンヒーローズなどの名作もあるからな。ガーディアンヒーローズは良作で必ず名前が挙がるね。そうだな。最近は、シューティングゲームの人気がなくなっているかもしれないが、バトルガレッガはおすすめだぜ。バトルガレッガって PS4 版とかもあるよね。ああ、両作は時代を超えて愛されるんだぜ。バトルガレッガは、とにかくグラフィックが綺麗なんだ。シューティングゲームは、美しいグラフィックを楽しみながら、爽快に突き進んでいくのが気持ちいいんだ。シューティングって最近は人気ないのか？実際のところ、よくわからないんだよな。グラディウスの新作は出なくなったし、なんとなく、人気ないのかなと思っている。他には、もちろんお約束のあれもあるからな。なんだと？あれ、みたいか。もちろんだぜ。拡張
ら無4メガ対応だと。いつの時代も、このジャンルは最先端の技術が使われるんだぜ。うおー。厨房かな。そういえば、このジャンルが頻繁に発売されだしたら、ハード寿命の末期なんだよね。鉱山のカナリアかな。でも、最近スイッチ版出たんだけどね。実はスイッチ版も買ったんだぜ。あは、好きだねー。お主もな。うしし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 し。だけど、スイッチ版は買って後悔してるんだぜ。なんでかな。リマスター的に、映像が綺麗になっていると思って買ったら、サターン版と全く同じだったんだぜ。なんだと。まあ、これを見ておくれ。グラフィック綺麗になってるじゃないか。そう思うだろ。うおー。サターン版と全く同じじゃないか。ああ、よく調べずに買ったウプ主が悪いんだが。この荒いグラフィックを見た時はショックだったぜ。そして、何の動画なのかわからなくなってきたから、サターンに話を戻すぜ。ああ。サターンは 2D ゲームのドット絵とか、本当に綺麗なんだけど、3D はクソすぎるとずっと思っていたんだ。そんな、ウプ主をも納得させた 3D ゲームがあるんだ。なん。それが、これだ。パンツァードラグーン、ツバイか。これは評価高いゲームだね。スイッチ版も発売されたくらいだし。前作でウプ主はあまり評価してなかったから、あまりの出来の良さに驚かされたぜ。グラフィックも操作性もピカイチだぜ。ベタ褒めだな。ああ、おまけに世界観に引き込まれるんだぜ。これは、誰もが納得の一本じゃないのかな。ああ、というわけで今回はこの辺で終わりにするぜ。話したいこと、全部喋った感じかな。それでは、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。またねー。